ところてん、冷たいところてんくださいな、エドゲンさん。毎度。公務しちゃところてんぐらいじゃ涼しくもならないけどさ。そういえばあんたの友達のご浪人竜道とかって言わなかった？ええ、竜道さんがどうかしました？昨日の客も竜道ってさどうされましたお武家様？酒は初めてです。え？失礼する。ちょっと酒だけ飲みにいらしたわけじゃ。また来る。そうじゃあせめてお名前を。ご縁ですから。竜道幸厚と申す。雪圧と言ったんですか？珍しい名字でしょ。だから弟でもいた？名前が同じってのが妙だ。言葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ？靴と振り減らして裸足でも止まれないのはなぜ？カバンの中に星空嵐の夜もそこにある。そろそろ旅に出ろ。ロバオに咲く花よ花よ。ゴロゴロ泥だらけ。胸を焦がす夜明け夜明け。そろそろ走り出せ。壊れるまで遊べ遊べ。踊ろうよ泥だらけ。胸を焦がす夜明け夜明け。そうだ、もうあの刀はないんだ。これもまったく江戸の地面ってのは。なんだ？何をしている？私はもう竜道幸厚じゃない。竜道？オーグの肉はまだ干物にしなくても持つだろう。用意の肉を得たのはいつ以来です？そりゃ麺の用意は人目が多くて無理だったし、日光もそれどころじゃなかったしな。吉原の蝶もどこかに消えた。2ヶ月ぶりの獲物です。この陽気で傷む前にちょっと焦がしてしまったからな。干物にした方が味もまとまる。そりゃ結構。取り物の工夫が容易に銭を投げるのは至高だな。給金が足りぬのか？借金でもあるか？恥をかかせおって。何のことだ？あの岡っ引きがまた屋敷に現れた。竜道が食い逃げだと？確かに上がるとき竜道幸厚と名乗ったそうで。お若いお武家だなとは思いましたんですが。若い？立派な日本差しでいらっしゃるし、特にお脇差しなど
まあ身分違いの私などから見ても稀に見るこしらえで。日本差し。ええ、それがうなぎを召し上がるだけ召し上がられるとちょっと目を離した隙に。こいつはちっとまずいことになりますぜ。15年前のことはおろくが出ねえから諦めたが、今度は。しかし竜道は刀など刺しておらぬ。けど竜道行奴なんて名前そうそうあるとは思えませんがね。竜道さんは朝からここにいました。確かです。とんだ濡れ衣濡れ衣。だったらお前の名を語ってうなぎを7匹平らげたのは誰だというのだ。さあな。雪圧殿の偽物ですか。さっき出会った男がそうらしい。一体どういう関わりだ。それこそさあなだ。子供？ええ、当家そこいらの子供のお武家でしたよ。それじゃ子供が竜道行奴と名乗ったの？ええ、そう申しませんでしたでしょうか。戻らないと。だからすぐそこだって。かんざしなんていらない。店開きまでには戻らないと。そんなこと言うなよ。おい待て。お前武士の子か。なんだ慣れに合わぬ刀など刺して。無論武士だ。そうか、武士の子なら申しを回ろう。泥をかけてそのまま行くか。そもそも武士が走るは返事の証。平時むやみに走っては待ち方が慌てるゆえならぬと教えられておらぬのか。そうなの？雪圧はしょっちゅう走ってる。知るか。俺は親父が火消し同心の株を買っただけの元米屋さ。俺、いや拙者が武士の心得を知らぬと言われるか。どうした。素直に頭を下げよ。そうすれば許してやる。武士は頭など下げぬ。下げるときは忠義のためだけだ。小僧、俺の名は竜道行圧。抜け。暁斎。なあ、あんたたち子供相手に刀は。邪魔するな。これは武士の果たし合いだ。そんなつもりはない。俺は抜いていない。刀が勝手に。お前もやめておけ。竜道を名乗るなんてどういう。行くぞ。なんだ。よい。あれは。おい暁斎。どうした。よいだぞ多分あの子。あの子の刀、雪圧と同じだった。名前も同じ。変なことを言っていた。これで竜道雪圧で亡くなるとか。西洋の話ですけど、人は自分の影というか自分にそっくりなもう一人の自分に決して会ってはいけないとか。どうして？会うとその人は死んでしまう竜道、お前の家はこの先だな。やはりここで降ろしてもらう。どうしたんです？岡っ引きの調べではこの江戸に竜道生の家は貴様の実家だけだ。一体誰がお前の名を語ったのか心当たりもあるやも。帰れない。今さら。なぜだ。
子供でもある前に母じゃが怖いとでも。そりゃ怖いでしょうよ。25年帰っていない家だ。親が生きているかどうかも。そこに本当に竜道幸敦がいたらどうするんです？ああ、俺もふと思った。本物の幸敦様は今も家で武士をやっている。この俺は雲七みたいな。またシチューだ、あのような。幸敦、お前に聞きたいことがある。バトル、どうした？幸敦、お前に子供はいるか？今度は子供の幸敦さんか。私は才蔵さんの方とは違いますね。三重絡みの侍だったそうだし。お前と私の会った男と10ばかりの子供。竜道幸敦は何人いるんだ？うなぎの方はその子供の仕業かもしれんな。そんなもんとっ捕まえればわかることだ。行こう、アトル。おい、実家はどうする？ガキの方が先だ、先。私も行く。ごめん。番社改め所、聞いたことがないお役所ですが。この正月に新設され申した勘定奉行跡部能登守様の肝入りにて。竜道幸敦様は確かに我が家のご当主。幸敦様に何か？いるのですか？もう一人の竜道幸敦がこの家に。もう一人？確か25年ほど前に竜道幸敦は出奔されたとか。ご公儀ならご存知でしょう。養子の届けは出しております。養子？なぜ家を出た？帰れぬわけがあるのか？12歳の頃の話だ。母上、不覚でございました。そうや、道場はもうおやめなさい。我が家には子はあなたしかおりません。もしものことがあったら竜道家は誰が継ぐのですか？父上、武士、それも旗本である我らは一丁ことあらば徳川家のために槍を振るう定め、剣の道を治めることがまず第一でございますよね。剣など家臣の者たち増票が震えばよいのです。徳の言う通りだ。我が竜道家は代々学問をもって公儀に仕えている。お前も15までにこの書物を全て収め、大学の神林十歳様に湯島聖堂の教師になれるようお認めいただかなくては。父上、私は剣が好きです。そうや。ではお前は長年竜道家が受け継いできた大切な学問を捨て去るというのかね？その時俺はやっと気づいたんだな。それまでは明日のことはわからねえ、今は天下太平でも戦が来れば剣が必要だなんて考えていた。だが明日どころか、父の後を継いで出資し目取り子を産み、その子にまた学問を受け継がせ死ぬ。俺だけじゃない、武士は皆そうだ。ああ、武士はすなわち家を守り、その家禄を次に伝える。もしそれが嫌になったら？住処も生活の糧もなくす。商人に株でも売れば別だが、そんな金すぐに費やしちまう。俺は明日のその先までずっと決まっているということがなんだかとても変に思えた。代々伝わる竜道家当主の証たる脇差し、これは何のためのものか。この脇差し、父上はいらぬはずだ。
だったら私が持っていこう。どこへ、どこへだろう。そうや、食事は。そうや、そうや。異界で何を見たのか覚えていない。奥様、奥様。そうや、そうや。俺が消えて1年の月日が経っていた。俺にとっては一瞬のことだったが、異界は俺を1年も捕まえていたんだ。それからは母は俺から一時も目を離そうとしなかった。それは当然だ。俺は息苦しかった。あの異界がまた連れに来たら、それはとても怖いが逆らえない。あの家にいたら俺はまた異界を呼んでしまう気がした。雪圧が望めば来ただろう。15歳元服の日、俺は髷を整え父に名を賜った。それが父にもらった最後のものだ。その夜俺は家を出て二度とは戻らなかった。なんだお前は。本当にお前竜道行圧か。あ、違うな、用意だ。やっぱりね。見たろ、こいつはあんたの偽物の用意だ。なるほど、用意か。俺は竜道行圧だ。その刀はどうした？譲り受けたのさ、名前と一緒に。ああ、どういうことだ？それは私には重すぎる竜道行圧という名と脇差しを欲しければあげようと。そいつがそう言ったのか？俺はずっと武士になりたい、なるんだと思っていた。だからそれをきっと仏様が。安い刀も風洞屋で揃えて俺は武士になった。武士になってやったことがうなぎの食い逃げか。俺も竜道行圧だ。お前の本当の名は？歳三、土方歳三だわ。とにかくその脇差し返してもらうぞ。用意か。同じまさかり。跡取りを失った竜道家におかれては、知り合いから養子をもらい、そちらを嫡子とされた。そしてその養子も竜道行圧と改名したそうだ。分かってみれば他愛もない。俺の影でも化け物でもない、れっきとした竜道行圧様。ご養子の当主がいらっしゃったというわけか。その養子殿が
一昨日より屋敷に帰らぬよし。ではその歳三とかいう子供に家宝の脇差しと名前を譲ったのが養子殿ということですか。どうなっている。かつてお前が異界に連れ去られ25年後同じ名前の養子が消え、さらに子供が刀を容易に変えて回っている。まるで雪圧さんから始まった異界の呪いが竜道って家をおかしくしちまったみたいだな。おい竜道。才三、のしておいた木綿だが。25年ぶりに家に帰るのだろう。まともななりで行け。綾氏のお頭の恥だ。なぜ家に帰ると分かった。自分が家を出たせいで養子を取った。その養子までおかしくなったと聞いてほっとける人ではありませんよ、あなたは。家に帰る理由を探していただけだ。子供の雪圧さんは私とアビで。武士の死という文字は王に仕える侍が持つ小ぶりのまさかりを意味しているが、用意の源はどこだ。姿を消した養子か子供か、それとも竜道が連れてきた何かか。雪圧殿、侍というのがお前の中。俺も侍になる。まことの武士に。全てを包み込む。だが二度とは戻ってこない甘美な場所、それは母の膝の上。20の話、不忍池子守歌。